複雑なまま複雑さを引き受ける独裁政権崩壊に向かっていき、民主主義が溶けてしまうというか、守れなかった現実、一番よく分かっているのはベネズエラの方々だと。ラテンアメリカのことを見るっていう視点、グローバルな問題。複雑なものを複雑なまま引き受けて考え続ける営み自体は結構苦しい面もあるんじゃないかな。突き刺してクリティカルにできるのってやっぱり部外者ならでは。音楽っていうのはすごく大きくて、8ビットニュースのインターン生として今は、活動をしております。加藤亮と申します。東京外国語大学に在学中で、スペイン語、そしてラテンアメリカに、関心があって、取材内容とかドキュメンタリーの内容というのもラテンアメリカに、かなり集中しているというふうな、スタイルですね。今は、南米のコロンビアという国に留学中で、半年ほど滞在して4本くらいは制作しました。ぜひ今日はそうした取材の内容も含めて、りょうさんの活動と、あと現地コロンビアで見てきた現状、様々な動きもね、世界情勢あるので、そうしたところも含めてお話聞かせてください。よろしくお願いしまはい。す。全体として共通しているテーマは何かなというふうに考えたときに、やっぱり市民の視点からこのカリブ地域のナラティブを再構築する関心がある地域っていうのがプエルトリコ。これはカリブ海に浮かぶアメリカ合衆国の領土、植民地っていうふうな言い方できますけど、そして、南米の今滞在しているコロンビア、その隣国のベネズエラ。一つ、自分の音楽への関心っていうところを、軸にして、大衆文化としての音楽やアートを武器に社会を分析するカリブ海の地域、ラテンアメリカの音楽、アートっていうものが、どのように社会にインパクトを与えているのか、どのようなそのプレゼンスがあって、どういうメッセージがじゃあ普遍的で価値があるのかっていうところに関して分析しています。でプエルトリコの例、昨年の9月に、取材に、行くことができて、世界的アーティストとなったバッドバニーが、その曲とかアルバム中で、批判しているその植民地主義の問題、観光と結びついた、植民主義の、発露だったり、様々な法律、経済、政治への介入っていう形だったり、そういうものを批判しているんですけども、それがどのように現地の人々をエンパワーメントしているのか、実際に現地に行って現地の人々の声を聞いて、これまで見過ごされてきたプエルトリコ、という存在とそのナラティブに関してを分析するっていうふうにやりました。言語文化学者の方にインタビューした際のお話ですね。私の考えでは彼のアルバム、デビティラルマス・フォートスは今の多くのプエルトリコ人が抱く感情を見事に捉えています。言葉にできないほど深いプエルトリコへの愛や友人への温かい情を、先人への感謝、しかし同時に国への大きなフラストレーションも、それらすべてが言語の中に符号化されています。なぜなら私たちはもっとよくできると分かっているし、本来なら楽園を持てるはずなのに、それを持っていないからです。示唆的な、お話の一部なんですけど、この楽園、こういう、これはプエルトリコの写真ですが、素晴らしい、場所、素晴らしい島、素晴らしい故郷っていうものが、いかに高級化されて観光地化されて、それを享受できる人がそこの人間ではない。お金持ちがリゾートとして使うっていうふうに、散奪されていく。そこへの怒りみたいなものが符号化されているし、そういう現実に根付いた音楽、そしてその現実を変えるための音楽っていうものが、存在しているというような話。こちらはコロンビアのこのメデジンという今住んでいる都市の、ラッパーのアルコリリコスというグループが制作したこのメデジフィカシオンという曲の名前なんですけど、メデジンとジェントリフィケーション、高級化っていうのの造語なんですけど、じゃあメディジンで苦しんでいるジェントリフィケーションでどのようなことが起きているのか、現実を分析するというドキュメンタリーを、制作しました。
家賃が高騰して住んでいたところに住めなくなるっていうような経験をした方の言葉ですけど、メデジンは昔と比べて随分変わりました。でもメデジンの変化や改善を十分に享受できる人は多くの場合この町の出身者ではありません。ここ生まれの私がこういった場所を楽しめないのはそれを楽しむための購買力がないから。比較的に相対的に例えばアメリカ合衆国のドルに対するコロンビアの通貨の弱さとか、経済的な、人々の経済水準の低さみたいなものが、結果的に、まあ、合法というか、法を犯してなくても、こう、追い出しというところにつながっていく。ベネズエラに関して、彼はレオニーという同い年のベネズエラ人の、方で、すべて写真とか動画は、この彼が現地で撮った動画っていうのを、用いて、でこのインタビューも彼が自分のカメラで自分を撮ったっていうものを、使用して、それを自分が編集して字幕をつけてという形で公開したものですけども、日本と南米っていうのの遠さから来る、この様々な事象のイデオロギー的な解釈を批判して、市民目線というか、市民の幸福の形はどういうものなのかっていうところを追求するっていうことを少し挑戦しました。ベネズエラ、は特に今年の頭のアメリカによる軍事侵攻、などありましたけども、やっぱりしばしば、いろいろな形で歪償化されて、イメージや乱雑なレッテル張りで議論が終わりがち、であるっていうふうに思っていて、トランプ陣営というかアメリカからのナラティブで、イメージで乱雑に、終わらされるっていう、その深く市民のことが考えられないっていうところもあれば、逆にこう、左派陣営からして、そのベネズエラはうまくやってるんだ、みたいな、イメージで、レッテル張りで終わらせても、でも、そんなことないというか、全くうまくいってないし、崩壊してるし、腐敗しているしっていうところをちゃんと批判しなきゃいけないんだっていう、その、どちらかの立場から、イデオロギー的に、こう、何かを認めざるを得ない理不尽みたいなものをなるべく批判する、そういう姿勢で、作りました。このベネズエラの独裁政権も、アメリカ合衆国の植民地支配も両方正当化しない。その上で二極化を起こさないで、その複雑なまま複雑さを引き受けるっていう姿勢。これは一番、特にこういった問題、を扱うところで、やりたいことだというふうに考えています。他の問題もそうですよね。その、ジェントリフィケーションとか観光郊外みたいな問題も、こう、ただ追い出して、じゃあ外国人排斥して終わりなのかって言ったら絶対そうじゃないし、かといって無尽蔵に受け入れたら、それも、それでうまくいってない現実があるみたいな、その、何かを攻撃するイデオロギーとかで終わらないっていう姿勢はなるべく、毎回持つようにしています。で、こちらはベネズエラからコロンビアに来た経済難民という形で、ごしになられた夫婦、いつか家族に帰る、一緒に戻れるという希望は持ち続けているけど、ベネズエラに家が欲しい、前みたいにビーチに行きたい、娘を海のそばで育てたい、自分の土地で育てたい。でも、帰っても仕事がない。移民っていう、ところ、当然日本と同じのコロンビアにもあるスティグマと、そことどういうふうに対峙して、それでも明るく、生きて、自分の子供を育てたい。自分の子供が危険な目に遭わないように、ちゃんとした教育を受けられるように育てたいみたいな、ラテンアメリカのお話ですというふうに、それはそうなんですが、そういう、それだけで終わってほしくないっていう、離れていても普遍的な議論であるよねっていうことは、すごく、強調したい。植民地主義とそれに対する反抗、プエルトリコのお話、とかでしたら、その、例えば日本本土は、かつての自分たちの支配と自分たちがアメリカから受けている支配っていうのは両軸においてちゃんと研究とか、顧みられる価値があると思いますし、逆にガザとか沖縄、ハワイ、こういったところで同じアメリカ合衆国とその陣営によって続くどういう支配の方法があるのか。
ガザで起こっていることは何を踏み台にされているのかとか、沖縄、ハワイの接続っていう研究ってすごくたくさんありますけど、プエルトリコも同じように接続できるんじゃないかみたいな、普遍的な議論がすごく、まだまだ足りないし、それをやっていかなきゃいけない。ジェントリフィケーションとか、オーバーツーリズムっていうことに関してはもう日本でもかなり問題にはなっているとは思うんですが、都心の投機的な不動産、の売買が起きて人が住めなくなっている民泊、日本では民泊っていう言い方ですけど、こっちでも Airbnb のサービスで、突然追い出される。世界的に観光地、で起こっていること。これをどう取り扱うか。排外的になりがちな日本の議論において、どのように折り合いをつけていくかみたいな議論はあると思いますし、ベネズエラ独裁とか経済崩壊ところは、最近すごくこれはプレゼンスがあるっていうふうに個人的には思っていて、民主主義の国だったわけですよね。選挙があって、優等生だった国が、その一つの、一回の、マドゥロの前のチャベスっていう大統領の選出によって、すべて憲法が書き換わって、体制が書き換わって、独裁政権というふうに、崩壊に向かっていき、民主主義が溶けてしまうというか、それをちゃんと守れなかった、から溶けてしまったっていう、現実。それを一番よくわかっているのは、今は多分ベネズエラの方々だと思うので、これは本当に全世界、日本も含めて、民主主義は絶対的なものじゃないし、民主的に選んだ人が民主主義を壊すっていう、ことがあり得るっていう話は必要とされている、視点かなというふうに思います。アートが持つ力、現在自分もいろんな、アーティスト、特にラッパーとかと共同していろいろやってますけども、特にこう沈黙する業界の構造とか、漂白された、メッセージがやっぱり根強いっていうところと、それに抗うアーティストの存在っていうのは、全世界に存在していて、そのアーティストの音楽によってどのように、じゃあ民衆が何をできるか、どんなことを勇気づけられて、え社会を変えようというふうに思えるかっていうのは、バッドバニーとか、先ほどのアルコリリコスみたいな、えその街、その土地のことを歌う人たちのことを扱っても、それは全世界のアーティスト、全世界のミュージ音楽のあり方みたいなところに共通していくのかなというふうに思っているので、やはりこう、ラテンアメリカのことを見るっていう視点ですけども、そこにある問題っていうのは全てグローバルな問題。こういった意識をもとに政策は進めております。私が印象に残ったのが、物事を複雑さを引き受けることが大切だって、っていうりょうさんがおっしゃってたことで、りょうさんの取材ないし、この探求活動に対する誠実さがすごい現れてるなというふうに感じました。で、やっぱり、現代において、キャッチーでわかりやすいものであったり、タイムパフォーマンスが、重視されがちな中で、なかなか持つことが難しい感覚だと思うんですけど、このりょうさんがいろんな問題と向き合うために、物事を安直にカテゴライズしないだとか、ラベリングしないために意識していること何なのかな、伺いたいなと思います。キャッチーな、どうしても動画とか、インターネットのコンテンツっていうのは、宿命的に例えば過激な表現とか、内容が過激じゃなくても、サムネイルが、タイトルが過激とか、そういうふうになりがちである、そういう刺激的じゃない文章、刺激的じゃない動画みたいなところに、忍耐強くアクセスしていくか。そして、やっぱり機会さえあれば、その問題の起こっているところに行って、どういうふうにそれを受け取っているのかっていうのを少しでも見る、懐疑的であり続けるみたいなところは、なるべく努めています。やっぱりこの複雑さを引き受ける報道姿勢っていうのはすごく共感します。私自身もやっぱそういうふうにありたいなと思う一方で、続けていく中でのいろんなジレンマがあるなということも感じました。
それこそそれを発信することで、あの、お前はどこの立場からの発信なんだっていうことで、その世の中の人たちから、どちらからも、ある意味どちらの陣営うん、うん、からも批うん。判にさらされてしまうっていうような、現状があったりだとか、もう一つは、たくさんこの当事者の皆さんの話を聞いていく中で、自分の中でもどんどんそちらに思いが寄せられていって、ある意味自分の考え自体もこう、どちらにこう、どちらかに寄っていくっていう現象も多分あり得ると思うんですよね。で、私自身はそこにこう、心を寄せてそちらの側に立って発信すること自体も大切なというか必要な視点だと思う一方で、中に入って取材をしていけばしていくほど出てくるジレンマなのかなっていうことを想像しながら聞いていました。そういう自分の中の取材中の心の揺れみたいなものはありましたか？はい。結構いろんなタイミングで、あって、例えばラテンアメリカはやっぱり、えすごくこう、現状なんて、もうダメなんだみたいな、変わらないんだとか、どうせうまくいかないよみたいなのがありつつ、その悲しみを潰されないように楽しく歌って踊ってっていうことを意識的にやるみたいな、ある意味生き残り方ではあるものの、例えばプエルトリコでも、どうせ自分たちが独立とか植民地主義から脱却しようと思っても、俺たちは怠け者だからどうせダメなんだとか、だからこう市民の声って言った時に、それももちろん市民の声であって、なんかそこはすごく難しいというふうに思うんですけども、でもそれでもやっぱり、現状の不平等とか不公平っていうところがあって、それはおかしいよねって言えること。それは一個大きな変化だと思うし、そこから先どう知恵を絞って、この難題に対して立ち向かっていくのかっていうところは、単純化すればするほど多分うまくいかないと思うので、それでも前にこう進み続けられるような、声っていうのを一番やっぱり、どれがそういう声なのかっていうのは少し考えながら、やっている節はあると思いますね。複雑なものを複雑なのまま引き受けて考え続ける営み自体は、実は結構苦しい面もあるんじゃないかなと思っていて、それでもやっぱそうです。話を聞き続けて伝えたいっていうふうに思う、りょうさんのその心の源泉っていうのは何なんでしょうね。うーん、やっぱり自分としては音楽っていうのはすごく大きくて、スペイン語に関してもラテンアメリカに関しても最初は音楽が入り口だったので、最初はもちろん何も考えずに、ただこう音楽に乗ってるだけなんですけど、だんだんその社会とかその音楽で何が歌われてるのかっていうところに、興味を持ち始めて、これだけのメッセージを持ってる音楽はどうやって生まれて、どういう現実からその強いメッセージ、あるいは批判とか怒り、悲しみっていうのが生まれているのかっていう、そのものに興味っていうのはまずありますし、でもそれを知っていけばいくほど、こう簡単な、メッセージじゃない、言葉、論理じゃない部分でこう流れ込んでくるというか、パッションとして流れ込んでくるみたいなところがあって、そこにこう共鳴してやっていけてる、情熱をなるべく持ってやっていけてるのかなっていうのは思いますね。現地ではそれこそ表現の自由とか報道の自由っていうのがどれぐらいそもそもあるのか、そしてまたそのりょうさんのように、独立した形で取材発信をしていくことの、意義っていうのはご自身としてどのように感じているのか。まず報道の自由とかに関しては、やっぱり一番深刻なのはベネズエラ。アメリカが大統領を捕まえて、みんなハッピーですみたいなナラティブっていうのはあると思うんですけども、市民生活まで全てガラッと変わるはずもなくというか、依然として報道の自由はやっぱり不安だし、その中で、例えばベネズエラのことを、その市民目線から日本人が、外国人が、作っていくっていうことは、多少なりとも価値があるのかなというふうには思いますし、アメリカのことも信じてないけど、自分たちの政府の言うことも全く嘘っぱちとか、そういう、ことはもう全員そう思ってるみたいな状況があるので、そこのイデオロギーに回収されない、報道っていうところは、
絶対、続けなきゃいけないなというふうに思っていますね。それはプエルトリコ、コロンビアでも同じかなというふうに思っていて、やっぱりその現地固有の正しさみたいな、もの、メデジンだったらそういう、すごくいろんな人が言うんですけど、そのカルチャーとして、お金を稼いだら偉いんだとか、うまくやってお金を稼げみたいなことを、そういう圧力があるみたいな。でもそれを変えなきゃいけないよねっていうことは、例えば今回の今制作、公開準備中のところでも、こっちが言わずとも全員、こういうことは変えなきゃいけないんだ。こういう考え方とか、カルチャーは良くないんだっていうことを、自分の、本音として言うみたいな、ことがあって、なんかそれってすごく、その大きい物語、の前では言いづらいことなのかなというか、もう大きい同調圧力に対する、オルタナティブとして、そうじゃないよねって、そうじゃない生き方、そうじゃない社会のあり方があるよねっていうことを、引き出せるとか、実はみんな思ってるかもしれない、でも言えてないことみたいな、そういうのを引き出して、それが連帯の、もし、その種になったらすごく嬉しいなと思いますし、そういう役割なのかなというふうに思ってますね。あえて空気を読まずに、質問とか問いを投げかけていくっていうのは、逆にその外から来てるからこそできることだったりもするから、内外から求められてる役割だったりするのかなってこともすごく感じながら聞いてました。突き刺して、クリティカルにできるのって、やっぱり部外者ならでは、せっかくそういう立場があるんだったら、積極的にやっていきたいって感じですね。外の人間との関わり合いっていうところがすごい大きなテーマなので、なんかそこへの、どんな視点が持てるのか、外との関わり合いっていうテーマで、その外の人間がどういう位置づけで話せるのか。その外っていうのは多分、日本というよりはアメリカ合衆国との関わり合いではあると思うんですけど、そこに第1、第2、第3局からの視点っていうのは特にラテンアメリカでは結構あまりないのかなというふうに思うので、この立場をなるべく活用した、はい、ことができればなというふうに思っていますね。ビーコンを見ていただいている皆さんに最後まだ伝えきれてない思いだったり、こういったことをちょっと知っておいてほしいなってことだったり、最後メッセージをいただけたらと思います。やっぱベネズエラの話は、日本の、指揮者みたいな人たちにも少し思うところがあって、絶対マドゥロは正当化しちゃいけないし、それをなんかトランプを批判するもう一方の手で、いや彼らはうまくやってるんだ、変な干渉するなみたいなのはない。これだけはすごく言いたくて、どんだけの手段を尽くしてもうまくいかなかった。どんだけの命を犠牲にしても変えられなかった現実が、一つの軍事侵攻で一個書き換わったっていう現実、そのファクト自体はやっぱ覆らないし、それを、イデオロギー的にトランプとは受け入れられないからこっちを受け入れるしかないんだみたいな考え方は絶対にやっぱもう良くないというふうに思うので、そこだけはこれもダメだしこれもダメだっていう両方を批判できる。結局どっちも国とか大きい話しかしてなくて、人々のことは何にも興味ないでしょっていうことを、言える。そこって誰も常に言わない、トランプ陣営かこっちの陣営かみたいなナラティブしかない中で、それってすごく思いつきづらいことだと思うんですけど、ここで一つ言いたいですね。すごくどっちもダメでしょ。だからどっちもダメなら誰かがものすごく、誰かとかみんなが知恵を絞って第三極を作んなきゃいけないんでしょっていうこと。これは本当にベネズエラですごく感じたことですけど、他のことでも一緒だな。
思うので、分断の中でどっちにつくかじゃなくて、何もないところに何か作らなきゃいけないっていう大変さ、複雑さ、そこに、これからの、いろんな課題が一番含まれてるなっていうふうに思うので、それだけお伝えしたいです。第3局、複雑なままの第3局を作る感じですかね。